最後尾の車がゲートを抜けるまで全ての車には40キロ規制がかかります。それぞれの車の担当ドローンがドライバーの前方を時速40キロで飛び、ブルーシグナル点灯以前に自分のドローンに追いついてしまうとフライングのペナルティが課せられます。低速走行の15秒延長がそれですが、食らってしまうとほぼ間違いなく最下位に落ちます。続々とゲートを出ていくマシン軍。そして今最後尾86号車がゲートを抜ける。15台のモンスターが一斉に歩行する。凄まじい轟音です。私の声は視聴者の皆さんに届いているでしょうか。たまんねえぜ。レースってのはこうじゃなくちゃな。 EV のレースなんて眠くなっちまうぜ。フライングギリギリの好スタートを切ったのは9号車 GTR。 一つ前の大谷 AMG に襲いかかる。さあ行け相葉。 GTR の底力見せてやれ。完全にオーバーテイクに成功しました。ポジションを一つ上げる相葉俊の辞書には守りという言葉は存在しないのか。間違いなく MFG で一番観客を沸かせる男。絶大な人気を誇りますが、なぜか女子にはモテないナイスガイ。相葉君は完全に狙っていましたね。タイヤが冷えている状態では肉の AMG GTS にはトラクションがありませんでした。なるほど。先頭の1号車石上が快調に飛ばします。やや離れてここからは団子状態です。12、5、9、7号車と続く激しい2位争い。12号車のベッケンバウアーが後続の3位グループをじりじりと引き離し始めています。600馬力級のモンスター軍団を相手にこれはちょっと予想外の展開です。この辺りはどうお考えですか、小柏さん。タイヤマネジメントのうまさでしょうね。冷えたタイヤに熱を入れる技術がうますぎます。このレベルのドライバーになると前後4つのタイヤの表面温度を正確に感じ取ることができます。さらにはレースをしながらどれか一つのタイヤをピンポイントにヒートアップさせたりクールダウンさせることもできます。そんなことができてしまうんですか。できますね。ベッケンバウアーは世界最高水準です。こんなことができるのは決勝進出15名の中でも彼一人でしょうね。リアのレフトがまだ低いな。ほとんど間隔を空けず15位シビックが続く。15台全てのマシンがセクター3に移行します。86号車のこの快進撃は正直全く予想していませんでした。このメンバーの中で86が戦うってことがどれだけ無謀なことか。彼方がこの時点で最下位にいないってことがすでに奇跡なんじゃないのか。理想的なポイントで追いついたぜ。この位置は特等席だ。かまぼこストレートまではあのベッケンバウアーより速かったなんて悪い冗談だぜ。ツルシの86になぜそんなことができる。何か特別なやり方で攻略してるならそいつを見つけ出して盗んでやる。やり方さえ分かれば俺にも化けるチャンスがある。コナーが速い。いやそんなはずはない。カテゴリーグループは同じだ。アクセルさえ踏んでいればこっちの方が速い。同じ2リッターでも NA とターボの差は歴然じゃねえか。ブレーキングからエントリーで離される。ボトムも速い。逃がしたくない。待ってくれ。アクセルを踏み込む時間を。ストレート。ダメだ、離れていく。逃げられる。何が起こっているんだ。俺には理解不能だ。同じ物理法則が働いている場所にいるとは思えない。
障りだ。そろそろ僕の目の前から消えてくれ。 The king of the century. The king of the century. The king of どう the した century. 不明石神、そこで踏めないのか。ヨーロッパのレースなら10歳の子供でもそこでアクセルを踏み抜くぜ。彼ら GT3 の敗北ではない。あなたが弱いだけだよ、石神。石神夫人、ついに陥落。戦闘が入れ替わってしまった。小ヶ島さん、今のシーンを解説していただけますか？はい、鮮やかなパッシングでしたね。一瞬にしてベッケンバワーがギアを切り替えました。まず石上くんのわずかな隙をついてブレーキングで外から仕掛けます。2台並走したままコーナーをクリアしますが、次のコーナーへアプローチする際に相手のスペースを奪うためにベッケンバワーが意図的にマシンを接触させます。石上くんはラインを作れずに万事休すです。まるでドイツツーリングカー選手権を見ているようなワンシーンでしたね。マシンを接触させることに何の抵抗も感じていないのはシミュレーター世代の特徴です。ローカルレースの MFG においてベッケンバウアーの存在は規格外の怪物ですよ。順位の変動ありました。ボードお願いします。へー、行ってくるぜ。やられちまったか、石神のおっさん。やっぱり若い子には勝てないのかね。外からだとなめんな。トラクションコントロールが邪魔しやがった。86号車が16号車をかわします。なんというパッシング。戦慄すら覚えます。ついに11位、恐るべしルーキー片桐かなた。こういうところなんですよ。片桐君の不思議さは我々のように長くレースをやってきたもののセオリーからいくとそれはないだろうというところでスパッといってしまいます。あんな何でもないところで行くのは本当に考えられません。何か特別な感覚を持っているとしか思えません。やられちゃったね兄貴。だってバカ野郎、笑い事か。ブース聞こえてるか。かまぼこストレートでもう一度あいつの前に出るぞ。許容できるタイム差を計算してくれ。分かった、少し待ってくれ。出たぞ。西湘バイパスでの分岐点で、つまりかまぼこの突入時で 4.2 秒だ。それ以内なら86号車を逆転可能。聞いたかのぞみ、全力でついてこい。なんでそんなに熱くなってんの。男の意地だ。シュッとしたイケメンにレースで負けるのがムカつくんだよ。ルックスでは負けてるよ、艦隊だよ。やかましいわ。マミさん、リーダーズボードお願いします。は普通はさ、無意識にお尻のライン直すでしょ。あいつわざわざいい感じにお尻はみ出させてから出ていくんだよ。エンジェルス仲間でははみケツのマミって呼ばれてる。女子目線だと最も恥ずかしいはみケツでファンの心を掴んでるあざとい女だよ。あいつのガッツには負けるぜ。マミちゃんに質問です。一押しのドライバーは？マミの一押しはルーキーの片桐かなたくんです。なんてことだ。最大の泣きどころだったかまぼこストレートでのタイムロスを最小限に抑えることに成功した。スリップストリーム。まさか初めからヤジキタ兄弟のスリップストリームを利用する作戦だったんじゃないだろうな。箱根湯本の手前あたりでリフト&コーストの兆候があるのはテレメータリングのデータで気づいていた。当然ペースは落ちる。燃費が苦しいわけでもないのになぜかなって思っていたけど、後ろから迫ってくる2台との時間調整のためだとしたら、バトルしながらロータスとアルファのエンジンパワーをインプットしてかまぼこストレートで追いつかれるポイントを自分でコントロールしていた。まさかな。いくらなんでもそんなことは俺の考えすぎだよな。
先頭の2台がスターティングゲートを通過していく。12号車ベッケンバウアーを1号車石上が追う。レースはいよいよ2周目に突入します。ここからはパワーセクションです。石上くんにはまだ十分に逆転のチャンスがあります。9号車相葉が5号車をかわしています。ついに表彰台圏内。いっけ相葉、ドイツ背中に負けんじゃねえぞ。上位のマシン軍が続々と帰ってきます。けたたましいエキゾーストの音に包まれるスタートフィニッシュ地点。16、18、86号車が料金所入り口を駆け上がってくる。この3台は激しい競り合いを繰り広げていますね。それじゃあ7番さん、リーダーズボードお願いします。さあレースは2周目。再び片桐カナダの快進撃が始まるのか。